今回はタロットカードのペンタクルの王の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第37話スタートです。カード名ペンタクルの王。桜の花が咲き乱れる中、私は豊を出産した。豊は小さな手をぎゅっと握り、幸せをつかみながらこの世に生まれてきた。この小さな幸せを大きな幸せに変えてあげたい。豊が生まれて2年が過ぎた頃、夫は兄弟を作ってあげたいと言ったが、2人の子供に愛情を注ぐことは一つの愛情が分散するようで嫌だった。この子だけを愛し、この子だけに最大の愛を注いであげたい。そして最高の幸せをこの子にあげるのだと思い込んでいた。そのため豊かに兄弟ができることはなく、私と夫の一粒種として育っていった。豊は夫に似ているのか、おとなしい性格の子だった。赤ん坊の時も夜泣きらしい夜泣きはしたことがなく、私の手を煩わせることもなかった。こっちが気がついてあげなければミルクを要求することもなく、小さく泣くだけで終わってしまう。私は息子のために仕事を辞め、自己主張の少ない豊のために24時間そばにいた。どんな小さなことでも見逃さない。それこそ蚊一匹近寄らせないという気持ちで子育てをしていたのだ。幼稚園に入った頃、私は豊かに習い事をさせたいと思うようになっていた。繊細なこの子にはきっとピアノが合うのではないかと思い、ピアノ教室に通わせた。ところが最初こそピアノに触りはしたものの、2ヶ月もすると嫌がるようになった。けれどそれ以外に豊のような繊細な男の子に合いそうなものが思いつかなかった私は、どんなに泣いてもやめさせることはしなかった。教室の先生も豊は筋がいいと褒め、きっと続けていけば素晴らしい音楽家になるだろうと絶賛してくれた。もちろん音楽家にしようなんて思ってはいない。ピアノで生計を立てることは難しい話だ。そんな難しいことをこの子にさせるつもりはない。ただ嫌だからとやめさせたのではこの子のためにならないと思ったのだ。泣きながらも教室に通っていた豊も小学生となり、毎週1回の練習に泣くことがなくなってきていた。学校の勉強も嫌がらずにやるし、学校の教材のほかに本屋で買ってきた教材をやらせてもいたが、それも嫌がることはなかった。そんな豊の姿を見ていて、きっとこの子はピアノよりも勉強に長けているのだろうと思うようになった。誰に似たのかはわからないが、この子ならば素晴らしい学者になるかもしれないし、将来は大企業に勤めて出世してくれるかもしれないとさえ思えた。私の夢はどんどん膨らんでいった。小学校の高学年になった頃、宿題を終わらせると遊びに行きたがった。友達と遊ぶ約束をしているというのだ。しかし宿題だけでは足りないと思った私は、息子を学習塾に通わせていた。中学は公立に行かせるとしても、高校は偏差値の高い学校に進学させたい。そのためには今からしっかりと基礎を身につけさせ、いずれは困らないくらいに勉強をしっかりとやらせなければと思い込んでいたからだ。遊びたいなら学校の宿題と塾の宿題、
そして私が買ってきたドリルを終わらせること。しかも間違ったところは全部直して完璧な回答を出すことを要求した。そんなことをしたらあっという間に時間は過ぎ、友達と遊ぶ時間などなくなる。私はそれでいいと思っていた。友達と遊ぶことが大事なのではない。今は友達よりもずっと先の学習をすることが大事で、それこそがこの子が幸せになる道なのだと思っていた。こうして小学校を卒業した豊は中学へ進学したのだが、反抗期らしい反抗期もないまま豊は中学生活を過ごした。私の言うまま、望むままに行動した。部活動をやりたいと言い出した時も、部活をしていたら勉強が遅れるからという理由でやらせなかった。友達と遊びに行きたいと言われても、そんな暇はないと言い切った。豊ちゃん、遊んでいる暇があったらしっかり勉強しなさい。他の人が遊んでいるうちにあなたはもっともっと勉強していい高校に入るのよ。そしていい大学に入るの。いい大学に入って首席で卒業できたらいい会社に入れるわ。そうなればあなたは出世することができるの。そうすることであなたは幸せになれるのよ。三流の大学に入っても三流の会社にしか入れないでしょ。そうしたら安い給料で使われるの。しかもブラック企業だったら目も当てられないわ。そんなのは幸せとは言えないのよ。一流企業に入って出世するの。そうすれば両家のお嬢さんと結婚することだってできるんだからね。私は豊が小学生の頃からずっと同じことを言い続けた。いい高校、いい大学、最高の企業、そして出世。それこそが幸せなのだと。豊はそんな私の言葉をじっと聞いていたし、反論なんて全くしなかった。母親の私が言うことなのだから間違いはないのだと思い込み、私の言うことはすべて聞いてくれた。夫はそんな私を見ていて無表情だった。もちろん夫が私に文句を言うなんてありえない。夫は三流企業に勤めているのだから。そこで出世して部長にでもなってくれるのならばいいのだが、課長止まりだ。出世するのは同僚の方が早く、ひどい時には後輩に先を越されたこともある。やっと課長になれたと思ったら、そこから先へは一向に進まない。穏やかで物静かで喧嘩らしい喧嘩などしたことはない。いつでも私の言うことを聞いてくれて、どんなに夕飯が遅くなっても文句一つ言わない夫。給料はそこそこだが、決して楽な生活とは言えない。だからって私も働くなどという選択肢はない。私まで働いたら豊が寂しい思いをする。学校から帰ってきて誰もいない部屋の電気をつけるなどということを愛する息子にさせられるはずがないのだ。一度だけ息子にかける学費がかさむことから働いてほしいと言われたことがある。しかし私は息子のことを思い、夫の申し出を蹴ったのだ。息子のことを考えたら、私が働くよりも夫がアルバイトをすべきだと考えたからだ。それ以降、夫は私にパートに出てほしいなどとは言わなくなった。私が家を守らなくて誰が守るというのだ。夫は家を守るということがどれほど大変なことか理解していない。私は心のどこかで息子には夫のようになってほしくないと思っていたのかもしれない。口にこそ出さなかったが、夫はそんな私の気持ちを分かっていたのかも。
息子が高校を受験するとき、私はとにかく偏差値の高い学校に入れたいと考え、何度も学校に足を向けた。もちろん、そのためには PTA の役員もやったし、先生とも懇意にしていた。息子のためならば、どんな努力も厭わなかった。どんなに大変でも、周りのお母さんたちが嫌がる仕事を進んで受けたのだ。その甲斐あって、受験が間近に迫った時、先生に相談することは楽にできた。息子の生活態度が良かったこともあるが、内申書には親の努力も響いたはずだ。こうして県内でもトップクラスの高校に推薦で入ることができた。この先大学がある。大学受験は高校受験よりもはるかに大変だろう。けれどここまで頑張ってくれた豊なのだからきっと乗り越えてくれる。私はそう確信していた。ところが高校に入学して半年が過ぎた頃だ。今までは学校から帰ってきて私服に着替えてから塾に行っていたのが、学校が終わったらそのまま塾に行くからと言い出した。少しでも早く塾に行って先生に質問したいからね。私はその言葉を聞いて、目指すものができて、さらにやる気が出てきたのだろうと思った。だから参考書を買うためのお金を先にもらっておきたいんだ。つい数日前も参考書を買うからとお金を渡したばかりの私は、おかしいとも思うことなく財布を開き、5000円札を1枚豊に渡したのだった。そしてその日の夕暮れ時、夕飯の買い物をするために外出していた私は、信じられない光景を目の当たりにした。それは塾に行っているはずの豊が友達数名とカラオケに入っていく姿だった。ありえないと思いはしたものの、着ていた制服は確かに豊が通う学校のもので、周りにいた男子高校生の制服は全く別の学校のそれだった。なんで豊がカラオケ店に行くのかと何度考えても不思議で、きっと見間違いなのだろうと自分に言い聞かせた。あの豊が私に黙ってそんなところに行くはずはない。もしあれが本当に豊だったとしたら、それはきっと悪い友達に引っ張られてのことで、豊が自分から行くはずはない。だとしたら私はどんな対応を取ったらいいのか。買い物を終わらせた私は考えながら家に戻った。買ってきたものを袋から出しながら、頭の中ではさっき見た光景が渦を巻き、もやもやと心の中に霧が立ち込めていた。時計が豊の帰宅する時間を指した。本当に塾に行っているのならば帰ってくる頃だと思っていると、玄関が開く音がした。いつもと同じ小さな声で「ただいま」という豊。私はすぐに玄関に行くと豊の表情を見た。いつもと何も変わらない。私に隠し事をしているようには見えないことから、あれはきっと見間違いだったのだと自分に言い聞かせた。おかえりなさい。塾はどうだった？どうって別に変わらないけど。参考書は買ったんでしょ？買った参考書を見せてくれる？私が手を差し出すとたじろいだような感じがした。まさか今までそんなことを言わなかったのに、どうして急にというような感じだ。それは今日は買えなかったんだ。何かが変だと思った。いつもならすぐに買うのに、どうして今日に限って買わなかったのか。だったらお金はまだ持っているってことね。あるよ。じゃあ財布を見せて。なんで？本当にあるかどうかを見るためよ。そんな必要ないだろう。どう考えてもおかしい。
豊がこんな言い方をするはずはない。私はじっと豊を見つめて今日見たことを口にした。まさかカラオケに行って遊んでいたわけじゃないわよね。そう言われた時の豊の表情は驚きと恐怖。そして何と言ってごまかそうかと考えているのがありありと見えた。豊だったのね。一緒にいた友達は同じ学校の子じゃないみたいだったけど、誰なの？無理やり連れて行かれたの？そう言うと豊の目が険しくなった。無理やりなんかじゃないよ。じゃああれは誰なの？冷静に話そうと思いながらも言い方がきつくなる。これが無理やりではないとすると豊も同意の上となるわけで、塾を休んだことも豊の意思だということになる。そんなことが本当にあるのだろうか。中学の時の友達だよ。久しぶりに会ったからカラオケに行こうってことになったんだ。あの制服は参考でしょ？レベルの低い学校じゃないの。そんなこと遊んでいたらろくなことにならないのはあんただって分かってるでしょ？豊はこの先いい大学に入るための道があるけど、その子はどうせ大学なんて行くこともないでしょう。そんなこと遊んでたら豊まで引っ張られるじゃないの。そこまで言った時、豊が私の言葉を遮った。あいつは母さんが思うようなやつじゃないよ。中学の時からの友達で誰よりも人のことを考えるやつなんだ。何もわからないくせに友達の悪口はやめてくれ。そう言って脱いだ靴を揃えることもせずに荒々しく階段を駆け上がると自室へと入っていった。私は豊を追いかけると部屋のドアを叩いた。しかし中から豊の返事はない。ドアを開けようとノブを回したが鍵がかかっているのかドアは開かなかった。開けなさい。お母さんに嘘をついてカラオケなんかに行ってそれで許されると思っているの？ここを開けなさい。どんなに開けろと叫んでも中からは何の音も聞こえてこない。しかし鍵がかかっているのだから中にいるのは明白だ。私はドアの外から必死に豊に呼びかけた。ところが話が友達に及んだ時、部屋の中から大きな物音がした。それは何かをひっくり返したような音で、次から次へと何かをドアに向かって投げているように聞こえた。そして「うるさい！うるさい！うるさい！」という怒鳴り声が聞こえてくるだけだった。今まで一度だって私に歯向かったことがなかったのに、急にあんなことを言うなんて、きっと友達とかいうあの子にそそのかされたからに決まっている。そういえば高校に入学してしばらくした頃からだ。徐々に反抗的な態度が垣間見えることがあった。しかしそれは一過性のものですぐに元に戻ることから気にしてはいなかったのが実情だ。それにあの豊が私に反抗するなど考えることすらできなかったのだから。だがもしもこのまま中学時代の友達と付き合い続けたら、せっかく上位を走っている成績が下がるじゃないか。今の状態がさらにひどくなり、勉強どころではなくなるのではないか。そうなれば大学だってどうなるかわからない。あと3年。あと3年で大学に入れるのに。そして一流企業に入ることができるというのに。こんなところで邪魔されてたまるものか。私はかつて感じたことのない怒りと焦りを感じていた。レベルの低い子によってここまで作り上げてきた最高傑作である豊が足元からボロボロと崩れていく。そんなことはあってはならない。そんなことになったら今までの努力が水の泡じゃないか。何とかして止めないと。必死に考え思い当たったのが
豊が言っていた中学の友達という言葉だった。一体誰なのか。中学の時に仲良くしていたのはどの生徒なのか。翌朝、豊は朝食も取らずに出かけていった。いつものように制服を着て、しかし私には一別もくれることはなく、夫はそんな豊にちらりと視線を送ったが何も言わなかった。豊が出ていくと、私は夫に相談した。昨日のこと、友達のこと、学校のこと、勉強のこと、そしてこのままでは将来が心配だと心の内を全部話したのだが、夫は遅れてやってきた反抗期だろう、心配することはないさというだけだった。あの子は親に反抗するような子じゃないわ。きっと悪い友達にそそのかされているのよ。あなたから話してよ。学校には行ったけど、また悪い仲間に待ち伏せされてるかもしれないじゃないの。私たち親が守らなければ、豊は子供なんだから。私がどんなに真剣に言っても、夫は心配しすぎると逆に豊が苦しくなるだけだという。そして時計を見ると、行ってくると一言言い、部屋から出て行った。結局、夫にはわからないのだ。高校という時期がどれほど大事で、今悪い奴らに絡まれたらあの子の人生が台無しになるというのに。夫では頼りにならないと思った私は、中学の時の友達を探して二度と関わらないように話すことを考えた。そしてすぐに中学に行くと、3年の時の担任と会い、参考に進学し、豊と仲が良かったのが誰だったのかを聞き出した。卒業アルバムを見せられ、その顔を見た瞬間、確かにこの子だと確信した。住所を聞き出そうとしたが、残念ながらそれは個人情報なので、とあしらわれた。そこで私はその足で参考に行くと、先生に1年生の木村直哉と話がしたい旨を伝えた。どういう内容なのかと聞かれ、昨日見たことを話すと、教師の顔が曇った。そして担任から生徒に聞くという申し出を断り、親としてしっかりと真意を聞きたいのでと伝えた。結局、教師立ち会いのもと、木村直哉と話すこととなった私は、応接室で授業が終わるのを待つことになった。しばらくすると、学校中に授業終了の鐘が響き渡り、間もなく木村直哉が教師と共に姿を現した。木村直哉はどうして自分が呼ばれたのかを理解していないようで、不安な面持ちではあったが、それでも体を小さくすることもなく、まっすぐ顔を上げて入ってきた。こちら、高橋豊くんのお母さんだよ。先生がそう言うと、直哉は、ああ、と小さく言った。直哉がソファーに座り、その横に教師が座る。直哉の前に私が座る形となり、応接室の空気に緊張が走った。単刀直入に言うけど、うちの豊をそそのかさないでちょうだい。そう言われた直哉は驚いた表情を浮かべていた。あなたがうちの豊をカラオケに誘ったんでしょ。あの子はあなたと違って高レベルの高校に通っているの。勉強しないといけないのに、カラオケなんかで遊んでいる暇はないんです。昨日だって塾があったのに、その塾だって行かずにあなたと遊んでいたんでしょ。おかげで勉強が遅れてしまったじゃないの。あの子は将来大企業に入って出世するような子なんです。今あなたのような友達ができたら迷惑なの。もう二度と関わらないでちょうだい。私がまくし立てるのを黙って聞いている直哉。その横でおろおろとしている教師。私はこれだけはっきり言えばわかるだろうという気持ちを込めて言い放っていた。すべてを言い終わると直哉が口を開いた。それで全部ですか。怒りも何もない、抑揚のない声だ。そうです。
わかったら。わかりました。僕からは二度と連絡はしません。でも、豊から連絡が来たら、その時は関わらないとは言い切れません。それと、おばさんはなんで豊が親を騙してまでカラオケに行く気になったのか考えたことがありますか？まっすぐに私を見て話し始めた内容は驚くべきことだった。あれだけレベルの高い高校なのだから不良などという豊を脅かす連中はいないだろうと思っていた。確かに不良はいない。学校内が荒れているということもない。だがその逆に生徒同士は冷たく、生徒同士が和気あいあいと会話をしている姿がないというのだ。生徒同士は敵同士であり、相手は蹴落とすものと考えているらしい。そこに友情なんてものはなく、少しでも相手よりも成績が良くなるように、また相手が自分よりも成績が下がるようにと考えているのはそればかり。そんな中で豊がどんな思いでいるのか、優しい豊にはその環境に馴染むことができなかったという。中学の時のように友達と遊んだり、くだらない会話を楽しんだり、家に帰れば勉強ばかりでも学校にいる間は息が抜けていたのが、高校に入ってからはどこにいても息を抜くことができない。次第に親に決められた道をひた走っていることに疑問を抱くようになり、中学時代の友達はどうなのだろうと思うようになったそうだ。人を蹴落とし、蹴散らし、一点でも多くと考えることが果たして正しいのか。それすらわからなくなり、母親の言うことが本当に正しいのかも疑問だと思い出していたらしい。反抗などしたことはなく、何かが違うと思っても反抗することができない自分。これでいいのかと思い悩み、とうとう連絡をくれたのがおととい。そんな心の内を明かされて、直哉にできることはカラオケに誘うことくらいだったそうだ。直哉たちは頻繁にカラオケに行き、ストレスを発散したり、友達と語ることで悩みを克服したり、自分の考えをまとめたりする。そこにあらゆる悩みが発生しても、なんとか友達同士で解決の糸口を見つけることができる。だから豊にも考える時間を与えてやりたかったし、以前と同じように一緒に騒ぎたかったというのだ。しかしそんなことをして悩みの糸口をつかむよりも、一点でも多く取ることの方が大事なことだ。おばさん、豊にとって大事なことは今の一点じゃなくて友達だと思います。おばさんにとっては一点が大事なんだろうけど、豊の気持ちになってみたらわかると思いますよ。そう言うと直哉は席を立ち、とにかく俺からは連絡はしませんと言って部屋から出て行った。なんて生意気な子供なのだろう。たかだが高校1年生。ついこの間まで中学生だった男の子が大の大人相手にそこまではっきりと意見を言うなんて。豊など大人に自分の意見を言うことなんてしないのに。そう、豊は自分の意見を言わない。何を思っているのか、どう考えているのか、一度も聞いたことがない。あの直哉という少年と豊は同い年だ。片方は自分の意見をはっきりと言うことができて、大人相手だというのにためらうこともない。ところが豊は、それから数週間後のことだった。一度は学校に行ったはずの豊がしばらくして戻ってきた。時間は10時を回ったばかりだった。なんで早くに帰ってきたのか、体調が悪いのかと聞くが、何も言わず自室に入ると鍵がかけられた。学校に何があったのかと連絡すると、今日は出席していないという。ということは早退したわけでもなく、家を出てからの3時間余りをどうしていたのか。しかし聞こうにも
部屋から出てこないのだ。一体豊に何があったのか。夜になっても出てこない豊に私はドアに向かって話しかけていた。豊、一体どうしたの？出てきなさい。出てきて何があったのか説明してちょうだい。お母さんはあなたの味方なんだから。それに勝手に学校を休むなんて、そんなことしてこの先どうするつもりなの？勉強が遅れてしまうじゃないの。再来年になったら受験だってあるのに、みんなに遅れちゃうでしょ。どんなに語りかけても返事のない豊にどうしたらいいのか不安ばかりが押し寄せて足が震えるのが分かった。このままではこの子はダメになる。けれどどうやったら助けることができるのか。幸せにしてやりたいのに自分から扉を閉ざしてしまったら幸せにしてあげることもできないのだ。おい、どうしたんだ？いつの間に帰宅したのか夫がそばにいた。朝家を出て学校に行かずに帰ってきて、そのまま部屋の中から出てこないの。どうしたらいいのか何の返事もしてくれないのよ。このままじゃ勉強が遅れちゃうっていうのに。そういう私に夫が「なるほどね」と言うと、しばらく放っておきなさいと言った。放っておいていいはずはない。そんなことをしたら勉強が遅れてしまうと言っているではないか。勉強も大事だが、それよりも大事なことがあるじゃないか。今はそっとしておいてやるべきだろう。夫はそう言うと、ご飯にしてくれと階段を降りていった。その日から豊は部屋から出てくることがなくなった。部屋の前に食事を置いておくと、数時間後には空の皿が置かれているので、食事はとっているようだが、このままでいたらどうなるのかと不安でしょうがない。ニュースやドキュメンタリー番組で見るように引きこもりとなり、このまま部屋から出てこないようなことになったら、そう考えるといても立ってもいられないような気がした。それにこのままでは遅かれ早かれ退学処分になるのではないか。毎日が地獄のような苦しみだった。どうしてこんなことになったのか。私の育て方が悪かったのだろうか。いや、そんなはずはない。私は息子のために最善を尽くしてきた。息子の幸せだけを願ってきたのだ。それなのに、どうしてこんなことにならないといけないのか。そんな思いが常に私を支配していき、どんどん苦しくなりだしていた。そうして夏が過ぎ、秋風がカーテンを揺らし、心は暗いまま季節が移ろうとしていたある休日の午後のことだ。全く顔を見ることのなかった豊が部屋から出てきたのだ。その顔は以前のようなふっくらと健康そうな顔ではなく、痩せ細り、何かを思い詰めたような表情をしていた。夫はそんな豊に語りかけることもせず、新聞に目を戻した。私は豊に何を言ったらいいのかと腫れ物に触るような気になっていた。ところが豊から口を開いたのだ。父さん、母さん、俺、高校を辞めようと思います。え？なんで？退学処分になるかもしれないとは思っても、こちらから退学する必要はないじゃないか。まだ学校から何も言われていないのに、どうして頑張って入った学校を辞めないとならないのか。私は何と言って止めたらいいのかと頭をフル回転させていた。俺は母さんの言う通りに進学先を決めて、母さんが望む通りに生きようとしてきたんだ。でもそれは間違いだと思う。俺は一度しかない自分の人生を好きなように生きたい。夫は新聞を畳むと豊を見た。けれどやはり口を開くことはしない。なんで、父親としてはっきりと言うべきところじゃないのか。父親が何も言わないのならば私が教えてあげなければ。
この子は道を誤ろうとしているのだから。自分の人生を好きに生きると言うけど、貧乏をしてまでなの？いい大学に入れば将来は保証されているのよ。今はそんなことを言っていても、大人になったらきっと後悔することになるわ。いい学校に入ってこそ未来は明るいのよ。必死に説を説く私に、豊は冷たい視線を投げた。いい学校。いい学校っていうのは、人を蹴落としてもいい学校ってことだろう。人をバカにしてもいい学校。そんなところにはいたくない。だったら転校したらいいじゃないの。レベルの高い学校なら他にもあるんだから。それじゃあ結局は同じことだよ。みんな敵でみんなライバルなんだ。よみがえってきた木村拓哉の言葉。どんな思いで豊がいるのか、何を悩んでいるのか、そして苦しんでいるのか。豊の気持ちになれば。だがそんなのは思春期のよまよいごとだ。大人になったら親が言っていたことの方が正しかったと思うものだ。お前は何がやりたいんだ？夫が口を開いた。けれど何がやりたいとかじゃないじゃないか。子供がやりたいことを聞くくらいならば道をしっかりと示すべきでしょう。どうせやりたいこともないのに今だけの感情で言っているのだから。私がそう反論しようとしたとき、豊が話し出した。俺は本当は車が好きなんだ。ずっとピアノを習わせてもらったけど、ピアノが好きだと思ったことは一度もないんだ。でも車が好きだということだけで何がしたいのかなんてわからなかった。この間中学の時の友達と話していて、中学を卒業して車屋に就職したやつがいるって聞いた。そいつはやっぱり車が好きで整備士になりたいって。親は高校を卒業するまで待てと言ったそうだけど、一日も早く自分で整備ができるようになりたいからって中学を卒業してすぐに働き出したそうだよ。それを聞いていろいろ調べた。整備士を目指している友達にも連絡してみた。話を聞いて俺もやりたいと思ったんだ。こんなになんか体の中から熱いものがこみ上げてきたのは初めてなんだ。俺も車に触りたい。自分で整備したい。そう思ったら学校に行くよりも一日も早く働きたいと思ったんだ。そんなのは夢なのよ。整備士なんて大した仕事じゃないじゃないの。あなたは一流企業に勤めて出世するという未来があるんだから、そんなくだらない夢は捨てなさい。私がそう言った時だった。初めて聞く夫の怒鳴り声が響いた。やめないか。驚いて夫を見ると、私を睨むように見ていた。あなた、いい加減にしろ。豊が自分で出した答えだ。今までお前の言うことだけを聞いて自分の意見を持たなかった豊が初めて自分で答えを出したんだ。でも整備士になるなんてできるかどうかもわからないのに。できるかどうかじゃないだろう。やるかやらないかだ。やりたいならやり抜け。男が決めたことだ。最後までやり抜きなさい。夫にそう言われた息子は瞳を輝かせて大きくうなずいていた。その後、学校には退学の手続きをし、豊は知り合いの車屋で雇ってもらえるからと家を出て行った。あんなに頑張って幸せになる道を作ってあげたというのに、なんて愚かなことだろう。私は誰もいなくなった家の中で息子が泣いていないか、いじめられてはいないかと考える日々を送ることとなった。夫は初めて私に怒鳴ったものの、それ以降は今まで通り優しく穏やかな夫だ。平和で落ち着いた毎日なのに、心の中にぽっかりと穴が開いたような気がする。息子がいない生活がこんなにも寂しく辛いものだとは思わなかった。あまりの寂しさに息子が働いている車屋を何度か見に行ったことがある。それは
小さな店で個人で経営しているらしい。最初の頃は店内から豊の名前を呼び怒鳴る声が聞こえてきた。きっと慣れない仕事で怒鳴られているのだろうと胸が痛くなったが、何度となく見に行くうちに豊の表情が変わってきたことに気がついた。それはとても満足げで自信に満ちた顔だった。家にいた頃には見ることのできなかった幸せそうな顔。つい声をかけたくなるが、ぐっと我慢し物陰から見ていると、そんな豊になぜか安心感を覚えていた。学校を辞めて道を誤ってしまったように見えはしたものの、そう思ったのは私だけで、これがあの子にとって一番幸せな道だったのかもしれない。自分の価値観を押し付け、この輝きを消してしまうところだった。あの時、夫に押さえつけられた時は怒りも湧いたが、今では夫に感謝している。人の生きる道は親が決めるものではなく、自分が選んだ道こそが幸せになれる道なのかもしれない。いかがでしたでしょうか。このカードは、これまでの努力が徒労に終わるような不安を抱いたり、目の前に厚い壁があるような気がして意欲を喪失する可能性を暗示しています。また善とは多難に思えるかもしれませんが、これまでのやり方や考え方を手放すことが最善の解決策であると伝えています。失うことを恐れない心が新たな道しるべをもたらすとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。